苦しい思いをしてまでなぜ私たちは目標を立ててそれに向かって頑張らなければいけないのか。いくら目標を並べ立てたところで意味がないんです。心理的圧迫から解放されるにはどうすればいいか。それは目標という言葉を聞いて軽やかな気持ちになる人はあまりいないのではないでしょうか。むしろ重々しい気持ちになる人の方が多いのではないかと思います。でも目標って自分の目指したいことなはずですよね。だったら私たちはなぜ目標にワクワクしないのでしょうか。それは多くの人が目標を立ててもうまくいかないという苦い経験をしているからなのだと思います。目標を立てた瞬間ってさあやるぞとやる気マックスになってますよね。そこからだんだんと目標通りにいかなくなり、苦しくなって途中でやめてしまうというパターン、誰しもが一度は経験しているのではないかと思います。その度に自分自身にがっかりして、頑張っても私はうまくいかないんだと自信を失ってしまうんですよね。また、目標のある生き方に懐疑的な人もいるかもしれません。目標に縛られて生きるのは嫌だ。思うがままに自由に生きたいと思っている人も割といるのではないでしょうか。この2つに共通しているのは、目標を重荷と感じているということです。目標を立てた瞬間、今まではやりたいことだったものが、やらなければいけないことに変わってしまい、やらないと罪悪感を感じたり、自分がダメな人間であるように感じるようになります。一言で言うと、私たちは目標に心理的圧迫感を感じているんです。だから、この心理的圧迫感を取り除かない限り、いくら目標を並べ立てたところで意味がないんです。巷にあふれる自己啓発の動画って、こういった問題をハウツー的なもので解決しようとします。こんな風に目標を立てれば、目標は確実に達成できる、みたいな感じで。これで心理的圧迫感は少しは和らぐかもしれません。でもそれは気休めに過ぎません。なぜなら、問題はもっと根深いところにあるからです。何よりもこれだけでは、いっそのこと、目標なんて立てなければいいじゃないか。という懐疑的な見方に応えることができません。つまり、苦しい思いをしてまで、なぜ私たちは目標を立ててそれに向かって頑張らなければいけないのかという切実な疑問に答えることができないんです。この疑問に対する明確な答えがない限り、目標を立てても続かずに挫折します。ここまで見ていただいた皆さんは、これがもはや目標を立てるための技術やスキルの問題ではないことにお気づきかと思います。そしてこの疑問は、日頃意識していなくとも誰しもが心の内に秘めているはずです。いわゆるパンドラの箱的な問いかもしれません。それでは皆さん、このパンドラの箱を一緒に開いて考えてみましょう。目標を持つことに懐疑的な方、目標がなくて悩んでいる方も参考になると思うので、ぜひ最後までお付き合いいただけると嬉しいです。苦しい思いをしてまでなぜ目標に向かって頑張らないといけないのか。この疑問に対してよく言われるのが、努力をすれば夢が叶うだとか、頑張れば望むものが手に入る、望む人生を手に入れようみたいな答えだと思います。これって努力はいつか必ず報われるという見方が前提にありますよね。でもそれって本当でしょうか。目標を立てるということはゴール地点を決めるということですよね。そして私たちはそのゴール地点、つまりは自分が望んでいる状態に向かって行動することになります。でも行動したからといって望んだ状態が手に入るとは限りません。行動してもそう簡単には変わらないし、どんなに頑張っても結果がついてこない時だってあります。むしろ目標に向かって行動すればするほど壁にぶち当たり、思い通りにいかないことを私たちは思い知らされます。だから誰もが失敗や挫折を経験するんです。有名なイチロー選手の打率、何割かご存知ですか？ 4 割弱です。あれだけ努力して才能がある選手でも半分もいかないんです。では、科学者が実験に成功する確率はどのくらいになると思いますか？ iPS 細胞の研究で有名になった山中教授は次のように言っています。野球は3割打つと大打者。でも研究は1割バッターで大成功だと思う。1回の成功は9回失敗しないとやってこない。文系研究者の場合も、投稿する論文は不採用になるのが当たり前で、たまに大幅な修正をすれば採用されるということもあるぐらいです。そう、努力をしても結果が出てこないのが世の常なのです。山中先生は
9回失敗しないと1回の成功はやってこないと言いましたが、9回失敗したところで次に成功が来るとは限りませんよね。人生とは思い通りにいかないものなのです。それが普通なんです。それなのに、あたかも私たちの行動や努力次第で思い通りになるかのように考えるから、私たちは苦しくなるんです。だから目標は重荷になるんです。心理的圧迫から解放されるにはどうすればいいか。それは目標を自分の力で達成できるものとして捉えることをやめることです。目標は達成するためにあるのではありません。でも、それだと私たちは何のために目標を立てたり頑張ったりすればいいのでしょうか。思い通りにいかないのなら、なおのこと、目標を立てたり頑張ったりすることは無駄なように思えてきますよね。思い通りにいかなくても、目標を立てて頑張る意味はあるのでしょうか。こんな風に問うと、努力そのものに価値があると考える人も出てくるかと思います。でもそれってどんな価値なのでしょうか。あれだけ頑張ったのに報われなかった時に私たちが経験する落胆や自信の喪失に勝る価値なんてあるのでしょうか。どれだけ価値を並べ立てたところで、私にはそれがきれいごとにしか聞こえません。頑張ったからといって報われるとは限らないという事実は、私たちにとって重い現実なはずです。この重さを受け止めずに努力や苦労を美化してうやむやにするのは、それこそ現実から逃げているように感じてしまいます。では、この現実を直視してなお頑張る理由はあるのでしょうか。ここで私が着目したいのは、頑張っても結果がついてこない時に私たちが感じる苦しさはどこから来るのかという点です。頑張った時に結果がなかなか出なくてイライラする気持ち、やり通す自信がなくて目標を立てることができない臆病な気持ち、頑張ってもどうせ思い通りにいかないのだから目標なんて立てても無駄だという諦めの気持ち、これらの感情はどこから来るのでしょうか。それは私たちのエゴから来ます。私たちの負の感情はこのエゴから生み出されるんです。だからエゴが強ければ強いほど、私たちはより一層苦しくなり、臆病になり、無気力になっていきます。エゴがある限り、私たちは思い通りにいかないことを受け入れられず、ことあるごとに苦しくなります。私はこれこそが目標を立て、それに向かって頑張っていく理由であると思います。目標に向かって努力していくと、思い通りにいかないことにたくさんぶち当たります。その度に落ち込んだりがっかりします。でもそこでやめてしまわずに、頑張ったからといって報われるわけではないと自分に言い聞かせ、試行錯誤を繰り返していくんです。そうすると、エゴは自然と弱まっていき、思い通りにいかないことに振り回されることが少なくなっていくはずです。思い通りにいかない世界で目標を立てて頑張る意味はどこにあるのか。それは、頑張った自分なのだから報われて当然と考えるエゴを解消して、思い通りにいかない世界に打ち砕かれない心を養うためだと私は思います。もう少しわかりやすく言うと、目標を立てて頑張ることでエゴは弱まり、その結果、私たちは苦しみから解放されるということです。つまり、苦しみから解放されるために頑張ろうではないかというわけです。そもそも頑張ることができない時って精神的にしんどくないですか？失敗するのが怖い、やり通す自信がない、自分にがっかりしたくない、頑張るのがめんどくさい。私たちが頑張れない時に渦巻いているこういった感情の正体は、ここまで動画を見てくださった皆さんにはもうわかりますよね。そう、エゴです。エゴは思い通りにいかない現実を苦しく感じ、それに耐えることができません。そして私たちから頑張る気力を奪ってしまうんです。でもそのまま何もせずに生きていくのは得策ではありません。なぜならエゴは放置していると肥大化していくからです。私たちがどんなに直視したくなくても、思い通りにいかない現実から私たちが逃れることはできません。例えば全員に訪れる死。もちろん老いや病も避けて通ることはできません。今は見て見ぬふりができたとしても、思い通りにいかない現実と向き合わなければいけなくなった時、何もしなければ膨れ上がったエゴによって私たちは苦しむことになります。結果を求めず、されど結果に向けて行動し続ける心。これは一見矛盾しているように聞こえるかもしれませんが、よく考えるとそうではないことに気づくはずです。結果が出ないとやる気がなくなってやめてしまうという現象を考えてみてください。
行動することをやめてしまう原因って何だと思いますか？そう、結果を求めるエゴこそが行動し続ける上で障壁になるんです。だから目標を立てて頑張り続けることができるようになれば、エゴは自然と和らいでいきます。その結果、私たちの苦しみも和らぐことになるんです。こんな風に考えていくと、頑張る意味がわからないという方もなんとなくその意味を見出せるような気がしてきませんか？また、頑張っても達成できるとは限らないという前提を置くことで、目標を立てることのハードルも少しは下がるのではないでしょうか。何よりも頑張り続けることの心理的負担が軽くなるのではないかと思います。思い通りにいかない世界において、幸せとは儚く不確かなものです。それに比べてエゴから来る苦しみはより現実的です。不確かな幸せを求めて頑張るよりも、確実に存在する苦しみを解消するために頑張る方が続けやすいのではないでしょうか。皆さんは頑張り続けるモチベーションとしてどちらがより適していると思いますか？ぜひ動画の感想を含め皆さんの考えをコメントで教えてください。次回の動画では今回の動画の内容を踏まえた上で、エゴを解消するための目標の具体的な立て方についてお話ししたいと思います。